今回の展覧会のコンセプトというのは12のトルソ、それはインドネシアのバンドゥンで、昨年の10月から12月2ヶ月かけて作ってきた作品、小さなこれぐらいのトルソなんですけどね、これぐらいのそれが12個、それともう一つ、日本に帰国してから作った大きな作品を一つ、合計で13個の、彫刻の作品で、展開しています。12っていう一つはその時を刻むような時を刻んでいくっていうふうな感覚の12、それとか、1月から12月っていうこれも時なんですけどね。っていうのはその一つボロブドゥール寺院とかそのジョグジャカルタにちょっと滞在してた時に見た寺院の作り方が石を積み重ねていって作られていってる。それはなんか本当時を積み重ねるっていうことと僕はすごくその辺のところでバンと感じたことがあったので12っていう数字を持ってきて作りました。日本からのみとそれから木槌っていう形の基本的なものだけ持っていって、あとはもう向こうの木を見て向こうの人を見て向こうの自然を見て制作していくっていうそんな感じでした。作品は全ていろんな意味で苦労はしたんですけれども、日本でこうだろうと思ってやっていた感じのやり方が全く通じなかったっていうのがあったんで、少年少女っていうのは僕の中ではそのボーダー境界線に生きてる最も美しい状態の人間のことを指すんですけど、子供がいて、息子なんだけども、その息子の、子供から例えば青年に変わろうとしている瞬間とか、青年から例えば本当にもう大人の男に変わろうとしてるっていうふうな生活の中で見ていくわけですよね。人間の一番美しい時期っていうのはその時期なんじゃないかなと。彫刻の問題とかも考えていかなきゃいけなかったので、いわゆる彫刻とは何なのかっていう、その西洋から来てどのような形で今自分は提示しなきゃいけないのかっていうことも考えていくうちにね、やっぱりその境界線とかボーダーっていうふうなこっちの世界とあっちの世界の間のちょうど見てみると本当に見えない海のこっち下が海上が空みたいな線なんだけども、確実にそのラインっていうのは存在しているわけで、僕はそれは自分の作ってる彫刻がそのライン上に存在してほしいなっていう気持ちがあるんですよ。経験できたことは僕にとっては本当に財産だと思いますね。もう例えば1年2年って時が流れていって、また自分の変化として制作の変化とか、それから火に対する見方の変化とか、例えば彫りに対する変化とかっていうのがちょっと出てくるんじゃないかなっていう期待はしてるんですよね。この年で一人単身に行くっていうのは結構ちょっとドキドキしたものがあったんですけど、でもなんかやっぱり新たな自分に出会えたっていうのがこの旅の一番の大きな収穫かなと思いますね。